やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。ねほん、一番堕落した音楽の聴き方でありながら、最もベストフィットが難しいジャンルのイヤホン。近年はね本運用を前提にしたモデルも数多く登場しており、認知度が高まってきているが、実は、有線無線問わず、イヤホンは寝ながら使うことを想定していない。有線は、寝返りでケーブルにカフカがかかってぶった切れる。無線はでかいバッテリーのせいで、耳の奥に圧力がかかる。どちらも、最適解とは言えない、妥協の末に使用されている状態だったんだ。だが、ワンモアの Z30 は、その解決策になるかもしれない。Z30 が、他のイヤホンと決定的に違うのは、無線型イヤホンではかなり珍しい、1BA 構成であること、そして、寝本であることが前提のチューニング。BA は、有線イヤホンファンだったらよく聞く言葉だと思うんだけど、通常のイヤホンに採用されているドライバより、電力消費が少なくて、なおかつ小さい、まさしく寝本に最適なアイテム。このイヤホン、一般的なイヤホンと比較して、パッと見でも小さいんだけど、何より異様なのが、その薄さ、ほぼバッテリーだけしか入っていなさそうな、驚くべき薄さとなっていて、両耳をぐっと押しつぶしても、全く底打ち感がない、驚くべき薄さだ。シングル BA を採用したことで、今まで無線イヤホンの限界だった厚みから、一気にぐっと薄くなったぞ。これは、実際に寝本として使用した時に、実用面で他のイヤホンでは絶対追いつけない有利を生み出すぞ。それから、もう一つ面白いのが、シングル BA ならではの遮音性。BA ドライバーは小さく、音量を確保するのが苦手、となると、自然にイヤホンは密閉度が上がり、密閉度が上がるということは遮音性が高まる。本気は、寝る時には違和感を覚えるだろう。電子的アクティブノイズキャンセリングではなく、単純な遮音性で、耳に雑音が入るのを防いでくれる。耳につけているだけで通常のイヤホンよりも、随分と周りが静かになったと感じられるはずだ。遮音性高めなので、比較的音色が軽くなりやすいシングル BA でも、Z30 の低音域は十分な量感。もちろん、より迫力のあるいくつかのイヤホンとは比べるまでもないが、ボーカル出力を重視した、素直すぎる 1BA よりも、音色は自然環境音などもしっかり流してくれる印象だ。本体の連続動作時間は6時間、小型化している割にはよく動き、入眠時の使用には全く問題がない印象。この小型っぷりなら4時間かな。と思っていたので、正直意外だった。電波強度はそれなり。このイヤホンは、雑踏での運用を想定していないので、両耳を手で覆ったりすると、音が途切れてしまうくらいのアンテナ強度だった。電波混線が少ないだろう、寝室での利用となるので、そこは小型化を優先した、というわけだな。もちろん、用途通りの利用なら、全く問題は起きないように調整されている。ただ、小型で軽いかと外出時に使うと、結構音が途切れるかもしれないので要注意だな。ケースは立てて使うことが前提の卵型デザイン。卓上などに置きっぱなしにすることが前提となっていて、小型なものの、底面にラバーパッドが貼られていて、ベッドサイドなどにポンと置いておくのに便利な仕様になっている。あ、底面にはしっかり技的表記もあったぞ。本体にはインジケータランプ、タッチ操作のためのセンサー、マイクなどなど、寝本として薄くするために不要な要素は全て取り除かれている。特にタッチセンサがないのは男らしい仕様。それにより、さらなる小型化を実現しているんだけど、プリインストールされた睡眠用環境音を流すヒーリングモードに入るのには、イヤホン本体ではなく、スマホアプリからのアクセスが必要になるので注意しよう。眠るのに LDAC は必要ないので、ハイレゾ再生にも対応していない。ごっそり機能を削ぐことによって生まれる美学、って印象だ。最近流行りのマルチポイント？寝るんだろ？いるか？そんなわけで、本当に、眠るために無駄を削ぎ落とし、ドライバーを見直し、異様なまでの小型化を行ったのが、このスリーピングイヤーバッツ Z30。BA を使って、一般的な耳栓の形状まで、イヤホンを削り切ったのか、あるいは、最初に厚みの限界を設定して、そこに入るものだけを詰めたのか、開発がどのような過程で行われたのかはわからないけれど、Z30 は、他の寝本が全て地味に見えるような、圧倒的な薄さ、軽さ、実用性を獲得している。機能を削ぐところまで含めて、他の睡眠用イヤホンから一歩進んだ存在であることは間違いない。というわけで、本気は割と狂気を感じるレベルで、睡眠用イヤホンについて考え抜いた末に、ノイキャンどころか一般的な機能すら削ぎ落とした、超強烈なイヤホンなわけなんだけど、このイヤホンは、この格の違う薄さを実現するために、1BA 構成となっている。音質面でも、これが睡眠用イヤホンとして最適なチューニングになっていて、他の無線機とは一味違う味付けになっているぞ。シングル BA は、ドンシャリになりにくく、ボーカルなどの音が持ち上がりやすい。
これは、BA が得意としている音域が小さく、また、低音域の出力に、小さな振動板のドライバには制限があることから、自然に生じるものだ。ここにあえて、反響する空間を盛り込んで、金属ハウジングで音色をシャープに保った、エレコムのアカーみたいな、シングル BA イヤホンも過去にあったんだけど、Z30 は樹脂ハウジングでむしろ高音域を優しくすることで、眠る時に不要な過剰な高音を取り除く。まさしく、他のレビューでたまに述べる、高音域が丸められていて眠たい音、と表現するようなバランスなんだけど、そら眠る時に眠たい音は最適解よ。さらに、低音域も必要以上には出てこない、小型ドライバーらしさだな。この2つの要素により、無駄に強烈なサウンドにならない、取り回しやすいものになっている、という印象だ。優しめのシングル BA イヤホン、最近は1万円以下にはほとんどなくて、結構難民化しているマニアは多いと思うんだけど、まさかね本にその代表例がいたとは。空間表現も曖昧で、明確に、情報量が多くなりすぎないようにしている。また、小音量でもホワイトノイズが乗りにくいようになっていて、睡眠を妨害しそうなノイズは徹底的に排除している印象だ。故にそれが個性となって、優しくて主張しすぎない音、かつ、低音などが飛び出してこない完成度の高い音を求めている人には、Z30 の音が一周回って聞く可能性もある。もちろん、本来の用途である、入眠時に使うイヤホン、というコンセプトには、バッチリ適合したサウンド。今までのイヤホンの中には、イヤホンの存在感を薄くするために、外装をシリコンにしたもの、なんて白物もあったんだけど、それらで発生していた余計な強振ではなく、程よい音と暖色感が常に全体を覆うバランスとなっていて、作業用ヒーリングサウンドみたいな緩い音をしっかり緩く再生してくれる。それでいいんだそれで。そして、音質だけではなく、無線イヤホンの常識を覆すような、アホみたいな小ささと、連続動作時間、機能性、そして音質が、すべて盛り込まれているのが、ワンモア Z30 だな。ゴロッと仮眠しながら使うのには、今のところ、ワンモア S70 のような、オープンイヤー型が定番だったんだけど、やっぱりあっちも長時間ゴロゴロしてると、強い圧迫感を感じることがある。Z30 なら、全くそんなことはなく、しっかりと落ち着いてゴロゴロできた。眠るのに使えるってことは、それに近いリラックス運用なら、大体向いている、ということ。さすがに起きている時には、本体のボタンが存在しないという点はちょっとめんどくさいけど、そこまでして削ぎ落とされた、小型軽量なボディと BA のサウンドは、やはり、実際に使ってみると、驚くほど生活に馴染む。本気は、何事も中途半端は良くない、ということを、正しく界隈に分からせる、一から睡眠用イヤホンとして完全に設計されたモデル、と言えるだろう。通常のイヤホンとして見ると、削除された機能や、遅延をあまり考えていない通信などなど、機能的にちょっと古い、と感じる部分もあるかもしれないが、それはすべて、この最適化によって選択されたもので、ネホン、という運用において、やはりこいつの右に出る TWS はなかなかないぞ。高機能 TWS はあるんだけど、寝るときちょっと耳に違和感が、なんて人は、静かに使えて、快適に装着できて、横になっても違和感がなくて、なおかつ、シングル BA で音までムードに合わせてくれる、ワンモアスリーピングイヤーバッツ Z30 を検討してみてはいかがだろうか。といったところで今回はここまで、TWS にも妥協のない薄型モデルがやってきたな、